どうも、わくぼりです。今回は、こちらのミニチェーンソーを提供していただいたので、こちらの商品レビューしていきたいと思います。こちら本来は庭の木の枝払いとか、そういったものに使う用途に作られたものだと思うんですが、僕のチャンネル、木彫りチャンネルなので、木彫りの木材を切断したり、あとは木彫りの荒彫りに使えるかどうかとか、そういったことも検証していきたいと思います。よろしければ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきます。はい、箱を開けるとこういう風に、袋に入ってまとめてあります。はい、こちら中見ていきます。まずは本体、バッテリーの充電器、バッテリー、チェーンソーオイルを入れるためのボトル、あと、チェーンソーを整備するための工具が2つ、替えの、チェーンが2つで、あとは説明書。はい、これが中身となります。まずは本体の前にバッテリー、バッテリーのこちらのボタンを押すと今の充電具合がわかるようになっています。僕は結構満タンにして使いたい派なので、ちょっと充電しながら他のところを見ていきたいと思います。では本体の方を見ていきたいと思います。はい、本体。一般的なチェーンソー、林業とかで使っているやつからイメージするものとは全然違って、すごい小さくてコンパクトで軽くて、ちょっとこう言っちゃなんですけど、ちょっとおもちゃみたいな可愛らしいデザインになっています。刃渡りはだいたい9センチ5ミリぐらいですかね。ここのところから。で、チェーンソーを木彫りに使う時のメリットっていうのは、チェーンソーっていうのはこの幅がノコギリに比べるとかなり厚いですよね。なので木材を削る時にこれだけで結構荒彫りっていうのができるんですよね。なので、荒彫りノコギリ使ってのみ使っていろいろ工具を持ち替えてやっていくよりも、チェーンソーである程度チェーンソーだけでガガガガッとやれるとかなり荒彫りのスピードが速くなります。そういう利点がチェーンソー自体にはあります。あと、のみを使う時ってどうしてもこの木目を意識して彫っていくので、こう彫る対象をこうやって順面に順面に削ろうとしてこう動かさないといけない時とかも結構あるんですけど、チェーンソーだとこちらが当てるだけで削れていくので、彫る対象のものを動かさないで削っていけるっていう利点もチェーンソーにはあります。で、実際に使っていくんですが、使う前に、チェーンソーは、電動機械工具なので怪我をする危険性っていうのが他の手動の道具よりも、高いです。しかもその怪我をする度合いもかなり重たい怪我をしてしまう可能性があるので、細心の注意をしていきたいと思います。で、そのためにも、事前の整備をしていきたいんですが、まず見るのはこのチェーンの張り具合で、このチェーンの張りっていうのは、きつすぎるとこのチェーンソー回らないですし、緩すぎると、チェーンがバーから外れてしまうという危険があるので、適正なチェーンの張り具合っていうのが必要です。チェーンを引っ張った時、このバーとこのチェーンの隙間が 0.5 ミリから1ミリぐらい開くのがいいらしいです。で、今見ると、かなりキツキツなので、これを適正なところまで整備していきます。で、整備するときはバッテリーはつけないで、ここに安全ボタンがあるんですけど、安全ボタンがロックされていると引けません。で、解除されると引ける。これ必ず安全ボタンロックして整備するようにしましょう。備え付けでついてきたこのレンチを使ってここのナットを緩めます。はい、これを緩めるとこのバーがぐらぐら、緩まるので、この緩まった状態でこの同じくついてきたドライバーでここにネジがあるんですけど、これを回します。これを回すとこのバーが前後に移動するので、これで張り具合が変わってきます。こうやって引っ張るとさっきよりも緩んでいるのが分かります。はい、だいたい今の状態で、1ミリから 0.5 ミリぐらい隙間が空いてるかなっていう感じがします。で、だいたいこのぐらいでいいと思うので、調整ができたらまたこれで回して
固定します。はい。で、このチェーンソーは使うとこのチェーンが伸びるそうなので、使うたびにこの張り具合変わってくるので、使う前必ずこのチェーンの張り具合チェックするようにして使ってください。はい。それでは次、事前準備の2つ目として、チェーンオイルを挿していきます。チェーンオイルを入れるタンクのようなものはありません。使う前に手動で注ぎます。ちょっとどのぐらいが適量なのかわからないので、3、4箇所添付しました。はい、それでは充電が終わったので使っていこうと思います。はい、マックスまで充電されています。ロックを解除して動かしてみます。はい、それでは実際に木材を削っていきます。こうやって手で押さえてチェーンソーを使うのは、危険で、僕はちょっと怖いので、このクランプで押さえて、切っていきます。大きいチェーンソーは、左手で掴む場所があります。これ小型なので左手で掴む場所ないので、今回はここ、お尻の部分、バッテリーの部分をちょっと押さえながら使いたいと思います。では使っていきます。はい、とってもあっさり切断することができました。ではちょっと他の木材、切断していきたいと思います。はい、それでは次はこちらの木材切断していきたいと思います。こちらは先ほどの切り材を4本寄せ木したものになります。ではこちらも切っていきます。はい、あっさり切ることができました。はい、次はこちらの木材切ってみます。こちらはジェルトン材で幅はだいたい9センチ2ミリぐらいになります。はい、やります。チェーンソーの刃よりも若干厚みのある木材だったので、届いてないながらこの中はきちんと貫通してそのまま切断していっています。見た目は小さくて、若干、おもちゃみたいに見えてしまいますが、この威力というか性能というか、それは本当のチェーンソーと、劣っていないんじゃないかと思うぐらいしっかりと切れます。ではこの反対側も切って切断してしまいたいと思います。しっかりと切ることができました。今見ていただいたように、僕のチャンネルで使っているぐらいの木材でしたら楽々切るぐらいのパワーはあるチェーンソーのようです。強いて言うならこの切った後の断面、これがどうしても、毛羽ついてしまうという状況がありますね。これがちょっと気になるところです。この断面をできるだけきれいに削りたいっていう場合はノコギリを使った方がよくて、とりあえず長いから切断してしまいたいっていう場合や、スピードを重視したいとき、あとノコギリで切るとやっぱり、ものにもよりますが、手こずるとすごい疲れてしまうので、チェーンソーだと全くそういう疲れはないので、そういうことを重視するときはチェーンソーの方がいいのかなと思いました。では切断に関しては今みたいな感じとして、次は荒彫りに使えるかどうか、それをちょっと検証してみたいと思います。はい、それではこのチェーンソーが荒彫りに使えるかどうかを見ていきたいと思います。次の、見ながら彫れる木彫り動画用に、猫の図面を描いていたので、これの荒彫り、サンプルの荒彫りをしてみたいと思います。はい、こちらの赤い線がこの猫の、枠になるので、この外側を取っていってみたいと思います。まずは斜めに落とすところからやるのは同じですね。やっていきます。
はい、まずは片面の斜めの落としができました。このチェーンソーすごい軽いので、そして短さが利点となって取り回しがすごい楽なので、ここまでは特にストレスなく削ることができました。裏面も同じように削って、そこからの続きをまた写したいと思います。はい、表面と裏面同じようにこのチェーンソーで斜めに落とすことができたので、次はこの斜めの中の部分を平らにしていきたいと思います。だいたい片面1分30秒ぐらいですかね。あっという間に削ることができました。はい、それでは使ってみた僕なりの感想を話したいと思います。はい、まずは木材の切断について。すごいスピードで切れる、パワーはすごいです。ただ、断面がやはり、結構荒々と削れてしまうので、ノコギリとこちらのチェーンソーを使い分けて、断面を気にしないでいいならこちらを使って、そうじゃなければノコギリを使ってと使い分けるといいかなと思いました。どちらかというと切断よりも粗彫りの方がすごい利便性が高いかなと思いました。本当に小さい僕が初期の頃やっていたような、小さい木彫りの時には使わないですが、少し大きい木彫りをする時には、効果を発揮するかなと思いました。粗彫りは特にスピードがすごい上がるので。で、使ってて思ったんですが、この安全ボタン解除するとそのまま解除されっぱなしで使い続けることができます。これは作業性にはすごいいいと思うんですが、置いてもすぐ持って使える、置いてもすぐ持って使える、対象を動かしてすぐ使えるって、そういう利便性はいいんですが、僕はもっと厳重にロックしてくれる方が好きです。ものによっては、解除ボタンを押して、そしたら使うことができて、で、これを離したらまた自動でロックがかかるチェーンソーっていうのもよくあると思うので、そっちの方がいいかなと思いました。っていうのは、僕も結構手癖で使ってそのまま置いて、で、そのまま忘れちゃうということもよくありそうだなと思ったので、そこはちょっとそっちの方が好みかなとは思いました。あと使ってて思ったのが、音。やっぱり音が結構大きいなと、感じました。僕は音を気にする必要がそんなにないので全然問題ないですが、もしアパートの一室とかに住んでいて使用する場合は、夜中とかに使うと周りのご近所の迷惑になってしまうかなと思うぐらいの音量はあります。で、粗彫りに結構いいと思ったんで、まだ叩きのみはあんまり持っていなくて、粗彫りののみをこれから揃えるっていう人には、粗彫りのツールとして、選択肢の中に入れてもいいかなと思うぐらいの、利便性はありました。ただすごいやっぱり電動機械で危険な、怪我する危険性のあるものなので、もし使われるという方は、細心の注意を払って使ってみてください。はい、それでは使い終わった後の整備ちょっとしていきたいと思います。使い終わったら、木くずがこのバーとチェーンの間に挟まっていたりするので、それの掃除をします。まず安全ロックがかかっていることを確認してバッテリーを外してしまいます。はい、これで安全ロックもし外したとしても動きません。
でこのナットを外して、はい、このカバーを外すとこんな感じになっています。はい、これで外れます。なのでここについている木くずとかを、掃除します。お掃除用のハケとか、歯ブラシとか用意しておくといいかもしれないですね。これちょっとささっと木くずを落とします。はい、でまた取り付けるときはこのチェーンの向きがあるので、それを間違えないように注意します。ここに絵が描いてあって、この向きにつければいいっていうことみたいですね。この向きが結構分かりにくいので、僕も工房に行って使った後は掃除したんですけど、毎回この掃除する前に写メを撮ってやっていたんですが、この絵が描いてあるのでこの通りにすればいいようです。これはすごいありがたいと思います。念のため一回動かしてみます。良さそうですね。はい、ということで今回はこちらのミニチュアのチェーンソーを、紹介させていただきました。ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。